皆さんこんにちは。今回はイギリスのオックスフォードという町に来ました。かの有名なオックスフォード大学のある町ですね。街並みがすごいおしゃれらしいっていうのと、不思議の国のアリス発祥の地ということで弾丸で来てみました。レッツゴー。ということでお昼食べ終わって歩いてるんですけど、オックスフォードめちゃくちゃ寒かったです。私が住んでるブライトンはイギリスで最も暖かい地域の一つなんですけど、オックスフォードはそれよりちょっと北にあるんですね。でもこんなに気温が違うんだっていうので驚いてました。そんでこれはもうね、オックスフォード大学に到着しています。ここが授業とかやってるメインの建物なのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、どうやらオックスフォード大学って規模がめちゃくちゃ大きいらしくて、なんかいろんなエリアにまたがって存在してるらしいんですね。この後に別のエリアにまた行くんですけど、にしてもね、この建物の迫力というか細部にまでこだわった作りを見ると、当時の人の技術と歴史を感じますね。そして大通りに出てきました。ちょっと画面がブレブレでね、酔いやすい方は注意してほしいんですけど、こんな感じでね、大学の建物じゃなくても街全体がこうして古い建物に囲まれてて、歩いてるだけですごい楽しかったです。それこういうね、ザ・イギリスって感じの昔ながらの服屋さんとかがたくさんあって、他の地域ではあんまりこういうの見かけなかったんで、オックスフォードならではなのかなとか思いました。そして冒頭でも言った通り、ここは不思議の国のアリス発祥の地ということで、有名らしいアリスのお土産屋さんに来ました。せっかくだから中も映したかったんだけど、撮影禁止だったの。でも本当にめちゃくちゃ可愛かったから、オックスフォードに来たら絶対にここは行くべき。そして暗くなってきたので宿泊先に向かいます。旅行の時は今までホテルにしか泊まったことなかったんだけど、実は私今凄まじく貧血なんですね。間違えた、金欠なんですね。なので今回初めてホステルというものを取ってみました。知らない人と大部屋なんて怖いとか思ってたんですけど、ここのホステルは1個女性専用の部屋があったので、私はそこを予約しました。そしてアリスの世界観のバーがあるとチャッピーが教えてくれたので、バスに乗って向かっています。雨降ってきた。はい、雨の中歩いて着いたと思ったんですけど、なんか入り口らしきところが開いてないんですね。入ろうと思ったとこ閉まってた今日。なんか全然ウェブサイトとかにも書いてないから分かんなかったんだけど、地元の人に聞いたらなんか閉まってるっぽいよって言ってました。どうしよう、夜ご飯。とりあえずでかい交差点に向かうけど、なんかめっちゃ雨降ってきた。でかい交差点来たけど、ここ行ったらいいかな。しかもさっきから全然ネット使えないんだけど、なんか全然ネット繋がんなくて Google マップも全然機能してないんですよ。とは言いつつ、歩いてたらいい感じのパブを見つけたので入ってみました。この店員さんにおすすめしてもらったレモンビールっていうのがレモンの香りがしてすごい美味しかったし、ポテトとかバーガーもめちゃくちゃ美味しかったです。なんかイギリスの料理まずいとか言われてますけど、私的にはちゃんとどれも美味しいです。特にポテトなんかはフィッシュ&チップスが有名な国なだけあって、どこのお店で食べても基本的にめちゃくちゃ美味しいですね。ちなみにチップスはイギリス英語で言うフライドポテトのことなので、ポテチみたいな感じじゃなくて、こういう普通のフライドポテトが出てきます。ただそんなことよりも、この時の私の頭の中はネットが使えないどうしようっていうことでいっぱいでした。見知らぬ土地で Google マップが使えないのは致命傷。幸いこのお店にフリー Wi-Fi があったので、それにつないでひたすらチャッピーに相談してました。チャッピーの指示に従っていろんな方法を試したんですけど、それでもネットは回復せず、結論として導き出されたのは、そもそもオックスフォード自体が電波の通りが悪いということでした。大きな石造りの建物がたくさんあるので、それらが電波を妨げてるみたいです。
特に夜の繁華街には人がたくさん集まるので、ネットが全然使えないっていうことは結構よくあることらしいです。結局最終手段としてオフラインでも使えるように Google マップをダウンロードしました。外に出ると雨だけじゃなくて風も強くなってました。そしてなんとオフラインでダウンロードしたはずの Google マップが使えなかったの。そうでしょ？操作間違えて変にアップデートみたいなところを押しちゃったからかわからないんだけど、 Google マップは結局使えなくて、ホステルに戻るバスがわからないから、ひたすら来たバスのドライバーさんに声かけて、このバスこっちの方面に行きますかって聞いてたのね。そしたらある親切なドライバーさんが、何番か何番か何番かだったらその方面行くよみたいな感じで教えてくれて、でなんとかバスを捕まえることができました。というわけでホステルに無事戻ってきて、誰よりも早く寝て爆音のいびきをかいた後、誰よりも早く起きて朝4時からライトつけてパッキングを始めるというルームメイトのおかげで、結構な睡眠不足にはなったんですけど、無事次の日を迎えました。そして今日メインで回っていくのがクライストチャーチです。さっきオックスフォード大学のキャンパスは点在してるって話をしたと思うんですけど、これがもう一個のキャンパスのエリアです。で、ここがオックスフォード大学最大のカレッジらしくて、実際かなり広かったです。で、さらに言うと、ここハリポタのロケ地としても有名で、ここを進んでいくと、じゃーん、賢者の石で新入生たちが登った階段があります。と言いつつ、正直私はハリポタオタクってほどではないので、説明受けても正直どこのシーンかピンとこなかったんですけど、多分ハリポタ好きな人なら見たらわかるんじゃないかなって思います。そして階段だけじゃないんですよ。これは私でもわかる。まさにあの食堂ですよね。実際のハリポタの撮影はスタジオで行われたらしいんですけど、このクライストチャーチの食堂がモデルになったとのことです。そんでこの食堂は今でも使われてて、実際に学生たちが毎日食事をとってるみたいです。そしてそれだけじゃないの。なんと不思議の国のアリスの物語が誕生したのがまさにこのクライストチャーチなんです。というのも、アリスの作者ルイス・キャロルは実はこのクライストチャーチに長年数学講師として勤務していたんですね。で、当時のカレッジ総長の娘であるアリス・リデルのために彼女をモデルにした物語を書いたんですね。それが不思議の国のアリスなんです。そんなわけでこの食堂の一角にはよく見るとルイス・キャロルとアリス・リデル、そしてドードードリとアリスが描かれています。他にも長い首のアリスのモデルになったこの暖炉のなんかよくわかんないけど器具みたいなのがあったりとか、チェシャ猫の居場所のモデルになった木があったりとかするみたいです。で、なんで私がこんなにいろいろ知ってるかって、音声ガイドがもらえるんですね。で、これが結構独特で、どっかの方言というかアクセントの混じった独特なイントネーションでつっかえながら喋るおじさんの声と、チャッピーの喋る日本語みたいななんか外国人イントネーションの入ってる声で喋るハーフの女の人みたいな感じの声で交互に説明してくれて、視覚だけじゃなくて聴覚まで楽しめました。そして教会も隣接されてました。こことにかく広くて装飾もすごいし、ステンドグラスもたくさんあってめちゃくちゃ綺麗でした。そしてお昼ご飯を食べにとっても素敵なカフェに来ました。ほんとね、なんでイギリス料理ってこんなまずいまずいって世界中で言われてるんだろうってぐらいちゃんと美味しいです。多分ね、うなぎゼリーとかスターゲージーパイみたいな一部のへんてこな料理が目立ってて、それでなんかまずいみたいな評判になっちゃってるんだろうなって思います。そして絶対に来ると決めていた雑貨屋さんに到着しました。もうね、このアンティークな食器たちが可愛すぎた。あとはこういうジャーナルとかメモ帳、メッセージカード、さらにはこういうヴィンテージもののポスターとか本とかもたくさん売ってて、とっても楽しいお店でした。
途中夜道をさまよったりトラブルはあったものの、新しい世界を知れた2日間でした。今回の旅行で購入したものは後日ショート動画でご紹介しようと思うので、そちらも楽しみにしていてください。